出張中の夫から着信が入ったので出ると、電話の相手は上司だった。旦那さんが倒れて緊急搬送されたんです。今すぐ迎えに来てください。上司は電話越しでもわかるくらいにとてもうろたえている。そんな上司に私は冷たく言い放った。無理です。もう二度と帰ってくるなと伝えてください。はぁ？驚く上司に私は衝撃の事実を告げたのだった。私の名前は清水真央、25歳。百貨店の受付をしている。夫の直人は28歳。3年前に知人の紹介で出会い、明るくておしゃべり上手な夫と話しているととても楽しく、私たちはすぐに意気投合。3回目のデートで交際を開始し、出会って2年で入籍した。夫は可愛い雑貨などを販売する小さな会社に勤めている。従業員の人数が少ないことから、みんな家族ぐるみで付き合うほど仲が良く、結婚前から私も会社主催のキャンプやバーベキューなどに参加させてもらっていた。そんなこともあって、毎日充実した日々を過ごしており、私は夫と結婚してよかったと、幸せをかみしめていた。だが、そんな幸せな新婚生活は少しずつ崩壊していく。実は、夫は結婚したというのに、いつまでも独身気分が抜けなかったのだ。最初は結婚したばかりだし、しょうがないと思っていたのだが、夫婦の時間も大切にしたいから、今日は早く帰ってきてほしいとお願いしても、夫は毎晩友人と飲み歩き、帰ってくるのは日付が変わってからが当たり前だった。そして、私が将来のために貯金しようと提案しても、自分で稼いだ金は自分のために使うと、貯金は愚か、生活費さえもほとんど入れない。家事も分担しようと結婚前に決めていたのに、ちゃんとしていたのは最初だけ。すぐに私に丸投げになった。次第に私は夫に文句を言うことが多くなり、夫もそんな私にイラついて、喧嘩が絶えなくなるのに時間はかからなかった。まだ結婚して間もないのに、このままではいけないと思った私は、すがる思いで子供が欲しいと夫に告げる。私はずっと子供が欲しかったし、子供が生まれれば、夫も独身気分が抜け、家族の一員として協力してくれるのではと思ったのだ。そうだな。けど、子供は授かるものだしな。そう言って、なんだか煮え切らない態度の夫に、私は落胆した。けれど、子供が欲しいと告げてから3ヶ月が経ったある日、私は体調が悪くなり、仕事中も我慢できないほどの吐き気を覚えた。月のものも来ていなかったことから、もしやと思い、妊娠検査薬で検査したところ、陽性反応が。私はすぐに夫に報告し、産婦人科を受診すると、妊娠6週目と言われた。私は大喜びし、夫も驚いてはいたが、嬉しいと言ってくれた。この日から夫は、人が変わったかのように、毎晩すぐに帰ってくるようになり、つわりで動けない私の代わりに、家事もやってくれるようになる。私はお腹の赤ちゃんのおかげで、私たち夫婦の関係が良くなっていることに喜びを覚えた。そしてあっという間に妊娠が発覚して1ヶ月が経ち、私は妊娠10週目に。一般的に一番つわりがひどい時期で、私も例外ではなく、心身ともに参ってしまう。産休が取れるまでは仕事を休むことができないし、吐き気と戦いながら業務に勤しんでいると、
同じ受付の同僚に、もしかして妊娠してると聞かれた。妊娠のことは安定期に入るまでは黙っているつもりだったので、バレてしまうほど具合が悪そうに見えたのかなと思っていると、同僚が嬉しいことを教えてくれた。なんと夫が私の休みの日に有名子供服店でベビー服を買っていたのを見たというのだ。それで同僚は私が妊娠しているのかなと思ったとのことだった。まだ妊娠初期なのにベビー服なんて気が早すぎると思ったが、夫が妊娠を喜び、子供の誕生を楽しみにしてくれているのだと思うと、とても嬉しく、思わず顔がにやけてしまう。今夜プレゼントしてくれるのだろうか。そんな期待に胸を躍らせながら帰宅すると、夫が何か言いたげにしている。どうしたのかと尋ねると、急に明日、上司の明美さんと出張になったというのだ。つわりがひどいのに、ごめんな。大丈夫。出張、頑張ってね。結局その日は、夫がベビー服をプレゼントしてくれる気配はなく、期待してしまっていた分、私は少し残念に思う。もしかしたら、生まれてからプレゼントしてくれるのかな。と私は、そのことについては触れず、知らないふりをすることにした。そして翌日、夫が出張へ行くのを見送った私は、つわりが珍しくマシだったことから、少し遠いが特売をしているスーパーへと向かうことに。スーパーで特売品を次々とカゴに詰めていると。あら？まおちゃん？偶然、夫の会社の社長夫妻と遭遇する。このスーパーは会社から近いので、社長夫妻はよく利用していると、以前社長の奥さんとランチに行った際に聞いたことがあった。こんにちは。今は休憩時間なんですか？そうなの。今日は買いたいものがたくさんあったから、仕事終わりじゃ売り切れちゃうかもと思ってね。僕も荷物持ちとして借り出されましたよ。へへ、そうだったんですね。社長夫妻はとても仲が良く、私は二人のような夫婦になりたいと、密かに憧れている。私が奥さんと、あれが安い、これが安いと会話していると、社長が首をかしげ、疑問を口にした。あれ？今日って、旅行じゃないんですか？旅行？何のことかわからず、戸惑っていると、会社で事務として働く奥さんも、そういえば、と社長に同調する。本当だわ。今日は旅行に行くって、直人くん、有給を取ってたわね。いえ、夫は今日出張だと聞いてますが。今日の出張は、明美さんだけのはずだけど。え？私は混乱する頭で必死に考えた。社長夫妻は上司だけが出張だと言っている。だが私は夫と上司は二人で出張だと聞いていた。そこから導き出される答えにまさかとは思ったが、私はいても立ってもいられず、後で会計をするからと店員さんに伝えて買い物かごを預け、急いでスーパーの外に出た。社長夫妻もついてきてくれ、私は二人にも聞こえるようにスピーカーにして、夫に電話をかける。もしもし？どうした？夫は私に何かあったのかと少し慌てた様子で電話に出た。私は深呼吸をして、あくまでも冷静に問いかける。あなた、今、どこにいるの？どこって、出張先だよ。本当に出張なの？本当だよ。そんな嘘つくわけないだろ。僕の記憶では、今日は有給を取って、
真央さんと旅行中のはずなんだけどね。社長？夫は電話越しでもわかるくらい動揺していた。もう一度聞くわ。あなた、本当に出張なの？私は怒りのあまり、声が震えてしまう。今日は、明美さんだけが出張のはずだけど。そうなんです。明美さんに手伝ってほしいって頼まれて、ついてきたんです。そんな話、僕は聞いてないけど。明美さんに代わってくれる？明美さんは、今取引先の工場に行っていて、俺はホテルで待機中なんです。なんで手伝いに行っているのに待機してるんだ。言ってることがめちゃくちゃだぞ。申し訳ございません。苦しい言い訳をする夫に、私も社長夫妻も呆れ返ってしまう。とにかく、今回のことは帰ってきてから、しっかり処分するから。社長がそう告げると、夫は何やら叫んでいたが、私は構わずに通話を切った。これ以上、夫の声を聞いていたくなかったからだ。私は吐き気を覚え、その場に崩れ落ちてしまう。大丈夫？奥さんが心配して背中をさすってくれるが、私は返事ができず、お腹に手を当てて、思わず、赤ちゃんがいるのに、と、こぼしてしまう。すると社長夫妻は驚き、複雑な表情をした。それもそうだろう。本来なら、おめでとうと祝福してくれるはずだが、こんな状況なので、何と言ったらいいか、わからないみたいだ。そして奥さんが言いにくそうに、口を開いた。実はね。私は、奥さんから聞かされた衝撃の事実にめまいがしたのだった。その後買い物を済ませ、なんとか家までたどり着いた私は、奥さんに言われたことを確かめるべく、夫が買ったはずのベビー服を探す。ベビー服は押し入れの奥に隠されており、中を確認するとメッセージカードが入れられていた。メッセージカードには、明美と俺の赤ちゃん、きっと世界で一番可愛いよ。生まれてくるのが楽しみだ。と書かれており、私は思わずそれを握りつぶしてしまう。私は社長の奥さんからこう聞かされていたのだ。明美さんは結婚してないんだけど、妊娠しているの。今5ヶ月よ。まさかとは思うが、父親が誰なのか確認した方が良い。と。私は怒りと悲しみから体がわなわなと震えた。つわりで苦しむ妻を放って出張だと嘘をついて浮気旅行へ行き、しかもその女と子供まで作っていたとは。しかも上司は社長夫妻が妊娠しているのだから出張には行かなくていいと何度も止めたのに、自分が行くと言って聞かなかったそうだ。お腹の赤ちゃんを危険にさらしてまで出張と偽り浮気旅行を楽しんでいたなんて心の底から軽蔑する。その時、スマホに着信が入った。着信相手は夫で、どういうつもりで電話をかけてきたのかと、私は頭に血が昇る。怒りの感情を抑えることなく電話に出ると、相手は夫ではなく上司だった。奥さんですか？旦那さんが倒れて緊急搬送されたんです。今すぐ迎えに来てください。上司は電話越しでもわかるくらいとてもうろたえており、私も夫が倒れたということに驚きはしたが、全く心配する気持ちは生まれなかった。無理です。もう二度と帰ってくるなと伝えてください。はぁ？上司は私がそんなことを言うなんて思ってもいなかったのだろう。
怒りをあらわにして声を荒げた。旦那さんが倒れたんですよ。じゃああなたは自分がつわりで辛い時に夫が会社の上司と出張だと嘘をついて浮気旅行に行き、そこで倒れて心配できますか？何を言ってるんです？まだ夫から聞かされてませんでした？全部知ってます。私がそう告げると、上司は慌て始めた。違うんです。何か誤解してます。誤解ではありません。今日夫が出張じゃないことは、社長夫妻にも確認して知っています。でも、浮気なんかしてません。浮気してないのに、なんでお腹に赤ちゃんがいるんですか？コウノトリが運んできてくれたとでも言うつもりですか？それは、出張から帰ってきたら、出生前 DNA 鑑定をしてください。それでもし、夫の子でなければ謝罪します。ですが、父親が夫であると証明されたら、その時は慰謝料を請求します。そんな。上司は悲痛な叫び声を上げる。叫びたいのは私の方だというのに、なんとも腹立たしい女だ。慰謝料なんて、赤ちゃんがかわいそうだと思わないんですか？まるで悲劇のヒロイン気取りでわめく上司に、私は怒鳴りたい衝動を抑え、静かに自分の思いを告げた。思いますよ。あんな浮気男が父親で、浮気女が母親なんですから、私はもう、あいつを捨てることにしたので、あなたにあげます。子供に罪はないので、しっかり反省して、償い、子に恥じぬように生きてください。そう言って、一方的に通話を切った。そして私は、お腹を抱きしめるようにうずくまり、今まで我慢していた感情が、涙となって、ボロボロとこぼれ落ちた。だが、泣いてばかりもいられない。私の戦いは、これからなのだ。私はお腹に宿った小さな命を守るべく、涙を拭って立ち上がった。そして2日後、検査などをするため入院していたらしい夫が帰ってきたが、私は家には入れず、最低限の荷物と署名済みの離婚届を夫に投げつけた。夫の倒れた原因は、おそらく神経反射性失神とのことで、これは強いストレスを感じると起こるらしい。このことを聞いて、私はさらに腹が立った。なぜお前がストレスを感じるのだと。おい、入れてくれよ。俺は病み上がりだぞ。家に入れないなんて、非常だ。ギャーギャーとわめく夫に怒りしか湧かなかった。非常ですって？どの口が言ってるのよ。どう考えても、つわり中の妻を放っておいて、浮気旅行してるあんたの方がひどいでしょ？でも、俺は倒れたんだぞ。そんなの自業自得でしょ？何を言っても言い返してくる夫に、これ以上話を続けても無意味だと思った私は、簡潔に今後のことを伝えた。あなたとは離婚します。慰謝料も養育費も請求します。子供が生まれても合わせるつもりはないので。そんな、離婚するなら子供は産むな。俺は養育費を払うつもりはないからな。あまりにも身勝手な主張に、私は今度こそ、堪忍袋の尾が切れた。ふざけないで。よくもそんなひどいことが言えるわね。妊娠が分かった時は、喜んでくれたのに。あれは、離婚する時に、俺が不利にならないように演技してただけだ。私は夫の発言に、心の底から失望し、夫が上司の子供に買ったベビー服を夫の顔に投げつけた。二度と私と私の子供の前に現れないで。そう言って扉を閉めて
鍵をかけた。夫はまだ外で叫んでいたが、義両親に連絡し、連れて帰ってもらった。義両親には、すべての事情を告げた上で、離婚することを了承してもらっており、息子が迷惑をかけたお詫びとして、何でも協力すると言ってくれたのだ。私は家の外が静かになったのを確認し、やっと一息つけたのだった。その後、義両親から夫が離婚届を提出したと聞かされ、私はやっとあの男と他人になれた。そして社長にも協力してもらい、上司に出生前 DNA 鑑定を受けさせ、夫の子供だと判明する。離婚調停で分かったことだが、二人は結婚直後から浮気していたらしい。結婚後友人と飲み歩いたり、休日に遊びに行ったりしていたが、相手はすべて上司だったと、調停委員から聞かされた。このことも踏まえ、元夫には慰謝料300万を要求、上司にも同額を要求した。もちろん元夫には、毎月養育費も6万支払ってもらう約束をした。元夫と上司は仕事中に不倫していたことを会社でも罰せられることになり、半年間の減給を言い渡される。上司は降格にもなった。社長は子供も生まれるのだから心を入れ替えて真面目に働くように二人に伝えるが、二人とも会社に居づらくなり退職したらしい。慰謝料を支払ったことで貯金がなくなった二人は、今は狭いボロアパートに住み、元夫は朝から晩まで休むことなく働いているそうだ。そして上司は子供を産んだが、浮気したことで実家からは見捨てられたらしく、育児を頼れる人もおらず、精神を病んでしまい、今は子供を施設に預けているらしいと社長が教えてくれた。私はというと、社長がうちで働かないかと誘ってくれたのだ。一人で子供を育てていくのに、今の仕事ではお給料が心もとないし、産休育休の取得はもちろん、子育てもサポートすると言ってくれ、私は転職を決めた。そして、あっという間に妊娠してから十月10日が経ち、私は無事に男の子を出産した。子供が大きくなったら、父親はいないのだと話すつもりだ。これから一人で子供を育て、働いていくのはとても大変だが、小さな体をそっと抱きしめ、私はこの子を守るために頑張ることを誓ったのだった。やっと聞いてきたか。義実家で食事中に倒れた私を見て、夫も義母も心配するどころか私をあざけり笑う。この瞬間、私は二人に薬を盛られたのだと理解した。しかし気づくのが遅く、私はその場で意識を失ったのだが、目を覚ますと、なぜかそこには倒れた夫と義母の姿があった。私は30代の専業主婦、かなえ。夫のコウタは私と同じ30代で公務員だ。結婚して数年が経つが、私たち夫婦は順風満帆な夫婦生活を送れているとは言い難い。というのも、義父母は頭が良く、夫自身も某有名大学の出身。ハイスペックな夫を持てた私は幸せだ、と義母は思っていて、ことあるごとに、うちのコウタと結婚できたんだから、これくらいやりなさい。と雑用を押し付けてくるのだ。また、義母も夫も学歴マウントがひどく、ちょっと難しい話だったり、私の全
全く知らない業界の話をしながら、あらごめんなさい。かなえさんは低学歴だから、話についていけないわよね。まったく、これだから低能は困るよ。こんな感じで見下されることが多い。正直、義実家に行きたくはなかったが、今の家は義実家の支援で立っているため、関係を断つことはできないのだ。そんな夫、捨てればいい、と周りは言うかもしれないが、夫は実家以外ではすごくおとなしい。むしろ義母が夫の態度を悪化させていると言ってもいいだろう。家での夫は優しく、家事も、俺が手伝うよ。そう言って積極的にやってくれる。義実家の夫の姿とあまりにも違いすぎて、二重人格を疑うレベルだ。このように家での夫は気遣いもできて、優しく火の打ちどころがない。義実家に行くのは月に1回食事会をするときだけなので、性格の悪い義母に触発されてしまっただけ。家ではおとなしいし、と自分に言い聞かせていた。それに夫は年末年始の時期に入ると多忙になる。公務員のため残業はないはずだが、この時期は付き合いの飲み会も増え、家にいない時間も増えるのだ。毎年のことなので特に気にはしていなかったが、年が明けても夫の帰りが遅い時が増えた。特に金曜日は必ず遅くなる。夫に聞くと、みんなもう年だから、翌日がお休みじゃないと飲みに誘いにくくなったんだ。とのこと。確かにお酒を飲むなら次の日がお休みの方が気兼ねなく飲めるのはわかるが、それでも毎週金曜日に飲み会とはどういうことなのだろうか。夫の態度を不審に思った私だったが、その謎はすぐに判明した。金曜日の夜、その日私はたまたま友人の家に遊びに行った帰りで、義実家の近くを通っていたのだが、道すがら夫を見かけたのだ。夫の実家は職場からは遠いし、飲み屋もない静かな住宅街。なぜこの時間に夫がと不思議に思い、追いかけてみると、やはり義実家に入っていった。しばらく経っても出てこないので、私は気は進まなかったが、義母に連絡を取ってみる。すると義母は、実は最近主人がお酒にハマっちゃって、孫が生まれたらなかなか飲めないでしょ。だから毎週こっそり飲みに来てたのよ。と上機嫌で話していた。確かに義母はお酒が大好きで、食事会の時も必ず夫と一緒に瓶を開けている。義父はそこまで飲むイメージはなかったが、義母の影響で飲み始めたのかもしれない。でも、それなら、そう言えばいいのに。きっと恥ずかしいのよ。ほら、見えっていうのかしら。親と飲んでいるっていうより、職場の人とって言った方がかっこいいじゃない？そんなものだろうか、なんて不思議に思ったが、家族の時間を邪魔するのは悪い。義母も機嫌がいいので、私はそのまま電話を切った。私にはもう家族は弟しかいない。父親は事故で、母親は病気で、それぞれ亡くなっている。
社会人となり今から恩返しをしようとした矢先での出来事で、保険金と遺産は3割を私が、7割を弟が相続した。これは弟が当時大学生だったことを考慮してのことで、私は後悔はしていない。夫には相続したとだけ伝え、このお金は子供が生まれた時に使おうと貯金している。そのため夫も私が少しのお金を相続したことと親がいないことは理解しているので、見かねた義父が月に一度の食事会を開いてくれたのだ。だから私には親とお酒を飲むという楽しみはわからない。でもやっぱり秘密にされたのは悲しくて、その日の夜、帰ってきた夫に実家に行っていたことを聞くと、そうなんだよ。なんだ、バレちゃったか。なんて言いながらそのままお風呂に入ってしまう。やっぱり見栄を張っていただけのようで、金曜日の夜は親孝行をしていただけ。だから夫への疑心は晴れたはずだった。しかし夫が私とすれ違う時にお酒の匂いと違うかすかな甘い香りが鼻をかすめたのだ。香水の匂いに私は驚いたものの、アルコールの匂いがきつくてすぐにかき消えてしまう。気のせいかと思うこともできず、もやもやした気持ちになったが、義母はたまに香水をつけるので、それかもしれない。私はそう思い考えないようにした。だいたい義実家に行っているのは義母の話からも確定だし、私自身、夫が義実家に入るのを目撃している。つまり夫は別の女性と会っている時間なんてないのだ。そう結論づけ、それから1週間後。その日は義実家での食事会だったが、義父は出張が入ったため義母しか家にいなかった。正直、ゲーと思ったものの、その日の義母はニコニコしていて、近所の人がケーキを焼いてくれたのよ。かなえさんも食べましょう。と食後にガトーショコラまで持ってくるのだ。いつもなら、女が夜にお菓子を食べるのは不健康。ああ、でも、かなえさんはそういう知識もなかったわね。ごめんなさい。なんて言いそうなのに、今日はずっとニコニコしていて気持ちが悪い。すでにお酒が入っているからかもしれないが、夫すら何も言ってこないことに不気味さを感じてしまう。しかし、食事会は基本的に義母と夫が会話しているだけのもの。私は静かに食事をしているだけなので、嫌味さえなければ平和なもの。それなのに今日は義母も夫も私に話しかけては、これ、今日は美味しくできたのよ。なあと味を聞いてくるのだが、正直なところまずい。何をどうやったかはわからないが、とにかくまずい。食材が悪いとか味付けが変だとかいう以前に食べられるような味じゃない。しかし夫も義母もニコニコして聞いてくるので、まずいなんて言える雰囲気ではない。一口食べるたびに水を飲まないとダメだった。なのでデザートのガトーショコラはとても楽しみにしていた。ようやく口直しができると思ったが、すでに味覚がおかしくなっていて、ガトーショコラを食べてもやはり変な味に感じてしまう。
しまいには水すらまずく感じてしまい、気分は最悪。そんな時に電話が入る。見ると弟の圭介で、義母は、あら、出てきていいのよ。と、これまた珍しく言ってくれたので出てみることに。弟は現在独身看護師。忙しいこともあり、電話もめったにしてくるタイプじゃないのに、どうしたんだろうと思い、廊下に出てから電話を取ると。あ、姉さん、兄さんってお酒好きだったじゃん？会社の人からいいお酒もらったんだけどさ、俺飲まないから渡していい？わかったわ。ちょうど今、義実家にいるの。そのまま届けてもらおうかしら。夫と義父は毎週飲んでいるし、せっかくならプレゼントしよう。そう思い、私は弟にそう頼むと、食事の席に戻った。サプライズで驚くだろうと考えながら、食事を再開。は、難しいので、飲み物をちびちび飲みながら、夫たちの話に相槌を打つのみ。それから数時間後。いつもなら食事会もお開きのはずが、今日は夫も義母もお酒が進んで話し込んでいる。しかし私は疲れていたからなのか、徐々に意識がぼんやりし始めていた。あまりにもだるくなり、何かがおかしいと思い、立ち上がると体がふらついて倒れてしまう。それを見た夫と義母は驚くどころかとても嬉しそうに笑っていたのだ。やっと聞いてきたか。そう、嘲笑っている二人を見て、私はこの瞬間、夫たちに何かされたのだ、と分かったが、意識を保つことができず、気を失ったのだ。それからどれくらい時間が経ったのだろう。姉さんってば。誰かに揺り起こされ、私が目を覚ますと、そこには弟の姿があった。しかも、外も明るくなっている。あれ？なんで弟が？と思ったが、それ以上は考えられない。頭が重くて、しんどくて、とにかく眠い。弟は、救急車を呼んだし、もう大丈夫だから。そう言ってくれるが、状況がわからない。ふと視線を弟の背後に向けると、なんと夫と義母が床で倒れているではないか。見たところ酔いつぶれているようではあったが、私の頭ではとにかく二人の意識がないということしか理解できない。弟はしきりにもう大丈夫だからと言い続け、私はまた意識を失い、次に気づいた時は病院だった。点滴をされていて一体何が起こったのか全くわからなくて不安な気持ちに陥る。するとそこに弟がやってきて私に事情を説明してくれた。あの日の夜、義実家で私が倒れた直後、弟が義実家にやってきたのだ。お酒を届けに来たのだが、私にどうしても伝えたいことがあったので、義母に私を出してほしいと伝えたが、義母は、かなえさんはもう帰ったわよ。そう言って、弟を家に入れようとはしない。しかし、夫の車がまだあることや、靴も私のものがあったため、不審に思い、
帰るふりをして窓を覗くと、そこには倒れた私の姿が。弟は慌てて救急車を呼ぼうとしたが、窓から夫が気づいて止めに入る。ストップストップ。かなえは酒を飲んで寝ちゃっただけだよ。まったく、こんなところで寝るなんて。はっはは。夫曰く、今からベッドに運ぼうとしていた、というが、義母が私のことを隠したこともあり、弟は疑心を抱いたそうだ。とりあえず、義実家に入り、私をベッドに寝かせるが、呼びかけてもなかなか起きないし、起きてもぼーっとしていて、意識覚醒までには至らない。明らかに酒を飲んだ様子がなく不自然な上に、この眠りようは通常ありえないと看護師の弟は思ったそう。食事をしていたし、薬を盛られたんじゃないかと感じた弟ではあったが、現状眠っている私を担いで義実家から出るのは難しく、かといって救急車を呼ぶチャンスをあの二人は与えようとしない。夫が、かなえは俺が見とくから帰りなよ。圭介くんも疲れているだろ。と言い出し、このまま私を置いておくのは危険と考えた弟は、とっさに持っていたお酒で晩酌をしようと誘う。夫は一瞬ゲという顔をしたようだが、持っていたお酒がかなりいいところのお酒だったこともあり、夫も義母も食いついた。弟はその際、私が飲んでいたコップの水を瓶に入れたそうだ。やっぱり水に薬が入っていたみたいで、二人はすぐに寝ちゃったよ。全部入れるとまずいと思ったから、ちょっとしか入れてなかったけど。弟は二人が動かなくなったところで救急車を手配。私が食べかけていたケーキを袋に入れて保管し、そして私は病院に運ばれ、今に至るそうだ。それから検査結果が出て、私の体内から大量の睡眠薬の成分が出た。私はもちろんそんな薬は飲んでいないし、料理の味がおかしかったことも含め、薬を盛られていても不思議じゃない。あまりに悪質だし、夫たちの悪意は明らか。私はすぐに警察に通報し、弟が持っていたケーキを調べてもらうと、睡眠薬の成分が検出された。人に薬を盛る行為は傷害罪にあたり、私は被害届を提出し、夫と義母は逮捕。あの日、たくさんお酒を飲ませたことで二日酔いを起こしていた二人は証拠隠滅がうまくできておらず、やはり私が食べていた食べ物すべてに睡眠薬が検出された。二人がぐったりしている状態で連行され、その後の調べで夫と義母は私を亡き者にしようとしていたことが判明。なんと夫は義実家に女を連れ込んで不倫していたのだ。というのも半年前から義父は金曜に友人たちとキャンプに出かけるようになり家を空けていた。そのため夫は義実家で堂々と浮気をしていたのだ。相手は夫の大学の後輩。頭もよく高学歴で何より義母のお気に入りだそう。しかも義母は30歳で結婚してないとまずいと思って余り者のあんな低の女に嫁がせてしまったという謎の負い目で夫の不倫を後押し。むしろ不倫女とくっついてくれた方がいいとさえ思っていたため、
なんとか離婚させたかったが、罰がつくのも世間体に良くない。そのため、二人は私に大量の睡眠薬を持って、自ら命を絶ったように偽装するつもりだったようだ。そうすれば私はいなくなり、不倫相手と結婚できるし、ついでに遺産も手に入る。そのため、二人は今回の計画を実行。睡眠薬は夫が心療内科で仕事が多忙で眠れないと言って処方してもらっていたものが見つかった。さらに弟が家を調べてくれた時に私が書いた記憶のない遺書が出てきたりと偽装工作の証拠も出てきたため殺人未遂で二人は再逮捕。もちろん私は離婚するつもりで弁護士を立てると義母は義母で義父から離婚を言い渡されて手一杯になっており夫を助ける人は誰もいない。しかし夫は最後の抵抗なのか慰謝料を全く払おうとしないのだ。早く縁を切りたかった私は夫と争ってまで慰謝料をもらうべきだろうかと悩む。それくらい夫と早く関係を断ち、もう二度と会いたくなかった。そんな私を義父が心配してくれて、慰謝料は肩代わりすると言い出したのだ。義父は、気づいていなかった私にも落ち度はある。償いとして私が肩代わりをするが、息子にはしっかり払わせるから。そう約束してくれたので、私はありがたくその申し出を受けることに。不倫女にも慰謝料を請求し、こちらも回収。揉めるかと思ったが、不倫女は不倫女で、婚約中らしく、ことを大きくしたくなかったようだ。しかし、結局はバレて破局。まあ、これは、不倫女の自業自得と言えるだろう。ようやく関係を清算できた私は、正式に夫と離婚するとマンションに移り住んだ。それから1ヶ月後、弟が紹介したい人がいると言ってきた。これはもしやと思い、待ち合わせ場所になっていた喫茶店に行くと、弟は婚約者を紹介してくれたのだ。姉さんもいろいろ大変だったろ？正直タイミングが悪いし、いつ言い出そうか悩んでいたんだ。だから、紹介が遅くなって。弟なりに気を使ってくれて、夫と縁が切れたら話そうと思っていたようだ。あの事件からすでに半年が経っていたので、むしろ半年待たせていたのが申し訳ないとすら感じてしまう。相手は優しそうな女性で、気立てもよく、私が反対する理由もない。どうやら弟の職場仲間らしく、同じく看護師さんだそうだ。弟のおかげで助かったわけだし、そろそろ弟にも幸せになってほしい。若い二人のカップルの仲睦まじい様子を見て、心が温かくなった私だった。おい！早く救急車を呼べ！突然意識を失い、倒れた義母の体を支えながら、夫は叫んでいた。私は冷静な口調で、夫に告げた。ええ、警察も呼んでるから。はぁ？まさか、お前。そう。夫はこれから自分がやってしまったことの責任を取ることになるだろう。証拠は私の手の中にあるものと、もう一つは
私の名前はゆかり。32歳で会社員として働いている。夫の春樹は35歳。私の勤めている会社に営業に来た夫とは2年の交際を経て結婚し5年目を迎えた。結婚当初から春樹の実家で同居。義母はフルタイムで働く私に代わり家事を担ってくれているのでとても助かっている。だが毎日のように早く孫を産めと言われ続けていることにはストレスを感じていた。築50年を超えた家はあちこちが老朽化しており、建て替えが必要な状況だ。そのためにも少しでも多く貯金を増やしておかねばならないので、私が仕事を辞めるという選択肢はなかった。とはいえ、私も32歳。そろそろ子供のことも考えようと思った矢先に、夫が仕事を辞めてしまった。きっかけは営業職から事務職への移動。あまりコツコツとした作業が好きではない夫は、評価もしてもらえないし、部内の人間関係が煩わしい。と言って相談もなく退職してしまったのだ。それから5ヶ月、現在は失業保険を受給しつつ、制限内でアルバイトをしているが、再就職先はまだ決まってはいない。現在、この家で安定した収入を得ているのは私だけなので、家族を養うために朝から晩まで働いている状態だ。ねえ、そろそろ失業保険の受給期間も終わりじゃない？就職先はまだ見つからないの？毎日のように探してはいるけど、なかなか難しいな。そう。再就職先が早く見つかるといいわね。まあ、なんとかなるって。失業保険が出なくなったら、社会保険給付金サポートもあるし、貯金を崩したっていいじゃん。貯金を崩すのは、できれば最終手段にしたいな。確かに、いろいろなサポートも貯金もあるけれど、のんきなものだ。夫の明るさやフットワークの軽さに惹かれてはいたが、ここまでになると楽観的すぎる。しかも、義母までそんな夫をかばうものだから、たまったものではない。春樹は今まで一生懸命に働いてきたのだから、もう少し長い目で見てあげて。かわいそうじゃないの。そう言われても、もう半年近く経つんですが。本当にもう、ああ言えばこう言うんだから。健康に問題があるわけではなく、半年間も定職についていない既婚者の息子を、なぜこんなにかばうのだろうか。私には全く理解ができない。こんな調子の夫に貯金を勝手に使われてしまったら困るので、通帳などは夫にはわからないところに隠しているが、心配の種は尽きなかった。そんなある日、義母から突然こんなことを言われた。ゆかりさん、これからは生活費とは別に月々5万円を入れてほしいの。月々5万円？生活費の他に何に使うんですか？別に何だっていいじゃない。申し訳ないのですが、5万円は大金です。使い道だけでも聞いておきたいんですが。もういいわよ。理由も話さない人に5万円なんて大金は渡せない。だが、夫に話をすると、母さんだって色々とやりたいこともあるんだろ。家事はすべて任せているんだから、小遣いくらい渡してやれよ。毎月5万円は、小遣いにしても多すぎじゃない？家政婦を雇えば、
そんなものじゃ足りないだろ。夫がほとんど働いていなくて、貯金すらもできていないというのに、月々5万円を別に渡すなんて無理な話だ。やっぱり無理。あなたが5万でも10万でも好きなだけ渡したら？はあ？なんで俺が？今もバイト代は自分の小遣いにしているじゃない。俺にも付き合いがあるんだよ。まともに働いてもいないくせに付き合いがあるとか。もう呆れて言葉もない。翌日、改めて話をすると義母は不満げにしていたが、ない袖は触れないのだから、とすっぱねた。そんなことがあった数日後。私は突然、昼間であるにもかかわらず、眠気に襲われるようになった。病院に行っても、原因は不明。睡眠時間を取るように心がけても、症状は改善することはなかった。夫や義母にそのことを話すと、疲れているんじゃないのか？最近仕事が忙しそうだったものね。休める時にはきちんと休んでね。と、優しく気遣ってくれた。しかしだんだんと日中の眠気はひどくなる一方で、会社でも居眠りをしてしまうようになったのだ。まずは体を治すことに専念した方がいいだろう。体調が良くなったらぜひ復職してほしい。とうとう仕事にも支障をきたすようになった私は、上司から退職を勧められたのだ。夫に続き、私までもが仕事を辞めても大丈夫だろうか。帰宅した私が相談すると、夫からは意外な言葉が返ってきた。何を言っているんだ。お前の体の方が大事だろう。でも、私が仕事を辞めたら。大丈夫だよ。新しい職場が見つかりそうなんだ。後のことは何とでもなるから安心しろ。夫の言葉に、私は大学卒業後から勤めてきた会社を辞める決意をした。ありがとう。今は一日でも早く体の不調を治すことにするわ。いや、今度はお前がゆっくり休む番だ。今まで悪かったな。毎日うるさいことばかり言っていたのに、ごめんなさい。それにお前の場合は会社都合になるから、失業保険だって早くもらえるだろ？いいえ、私は病気を理由に解雇という形になるから、失業保険は受給できないの。え？会社からは解雇予告手当を支払うとは言われているけど、傷病手当の手続きもしておこうと思ってるわ。へえ。明日にでもまた病院を受診して診断書をもらおうと思ってるから大丈夫よ。診断書？ええ。体に力が入らないこともあって、もっと詳しく調べてもらうことにしたの。そうか。そこまでひどい状態だったなんて気がつかなくてごめんな。夫の慌てたような様子が気になったが、私は体に力が入らず、考えもまとまらない状態だった。その夜は、義母にせっかく用意してもらった食事も、ほとんど喉を通らなかった。大丈夫？すみません。もう、食べることもしんどくて。でも、もう少し頑張って食べられない？いえ、もう無理です。すみません。私はなんとか2階の部屋までたどり着いたが、そのまま意識を手放した。深夜12時を過ぎた頃、話し声で私は目を覚ました。いつもだったら隣で眠っているはずの夫の姿はない。
私は話し声がする開花に、スマホの明かりを頼りに降りていった。話し声は義母の部屋から聞こえてきており、中では夫と義母が話しているようだった。ゆかりさんの具合はどうなの？よくはないみたいだな。食欲もないみたいだし、歩くのも大変そうね。さっきも部屋まではなんとか歩いたみたいだったけど、布団の上に倒れるように眠っていたよ。私のことを心配してくれているのかと思ったが、次の夫たちの言葉に私は絶句した。まあ、当たり前か。薬を飲ませているんだから。食後すぐに飲んではいけないって薬をご飯と一緒に飲んでいるんだもの。効きすぎるって話は本当だったのね。でも、正直ここまで聞くとは思っていなかったな。もう立ち上がるのもやっとみたいだし、そろそろかもね。でも、これ以上病院に行かれるとまずいぞ。それなら明日からはもっと薬の量を増やしてみましょう。自分の身に何が起こっているのか、私はやっと理解した。この二人は共謀して、私の食事に薬を混ぜていたのだ。それで私を永遠に眠らせてしまうつもりなのだろうか。少なくとも私がどうなってもいいとは考えているのだろう。笑い合っている二人に気づかれないように自室に戻った私は二人に反撃することを決意した。翌朝、私が起き上がれないと話すと、義母は食事を寝室まで運んできてくれた。義母が部屋を出ていくと、私は準備しておいた保存容器に食べ物を移し、それを天袋に隠した。そして、再び眠ったふりをしていると、様子を見に来た夫と義母が、襖の向こうで笑っているのが聞こえた。眠っているみたい。じゃあ、今のうちに探そうぜ。さあね。眠っているふりを続けていると、二人は私が普段持ち歩いているバッグなどを開けて何かを探し始めた。隠した保存容器が見つかったりしないかしら、と私は息を潜めて彼らの様子を伺っていた。どこに通知を隠しやがったんだ？他に心当たりはないの？いや、思い当たるところは全部探した。困ったわね。その後も30分ほど家探しをしてから夫が声を上げた。やば！これから彼女と約束があるから出かけてくる。夜には帰るから。彼女？この人、浮気までしているのか？眠ったふりをしながら様子を伺っていると、夫はいそいそとどこかに出かけていった。義母も私が眠っていると油断しているのか、しばらくすると外から近所の人と話している声が聞こえてきた。あの人たちの井戸端会議は何時間も続くことを私は知っている。義母がおしゃべりに夢中になっている間に、私は家の中で証拠品を探すことにした。昨夜は薬を少量しか摂取していないからだろうか、いつもよりは頭が冴えている気がする。私はふらつく体をなんとか奮い起こした。義母が食事に混ぜているらしい薬と、空になったプラスチックフィルムは台所からすぐに見つかった。薬の一部を証拠品として持ち出すと、保存容器と一緒に保管した。それからも時々、義母が部屋を覗きに来たが、私は目を閉じて力を蓄えることに集中して、少しでも
薬の作用が切れるのを待つしかなかった。夜になると、帰宅した夫が、起きれそうかと声をかけてきた。なんだか頭がふらふらとするけれど、ずっと布団にいるのもお母さんに悪いし、起きるわ。無理すんなよ。今、何時かしら。ずいぶんと眠っていたようね。私は起き上がると、スマホをチェックするふりをして、ボイスレコーダーを起動させ、ポケットの中に入れた。具合が悪い時くらいは、寝ていてもいいじゃないか。私がふらふらと立ち上がると、夫が手を差し伸べてくる。しかし、今はそれがとても白々しく感じた。私はとっさに手を払いのけようとするのを、なんとかこらえた。ありがとう。大丈夫よ。今の私は、全く体に力が入らない状態だった。階段から突き落とされてしまったら、絶対に無事では済まないだろう。私は夫に続いて、慎重に階段を降りた。夫の大きな背中を見ていると、気持ちが錯綜する。こんな風に、夫を疑うような日が来るなんて、こんな形で、夫に裏切られることになるなんて、思ってもいなかった。ダイニングには、義母が用意した食事が並んでいた。病人に出すにしては、随分と脂っこい食事が多い。薬の効き目にも関わっているのかもしれない。私は椅子に腰を下ろすと同時に、ふらついたふりをして、テーブルに置いてあった水の入ったグラスを落とした。ガラスの破片が飛び散り、床が水浸しになる。あ、ごめんなさい。俺たちが片付けるから座ってろ。お母さんたちにこんなことまでさせてしまって、本当にすみません。このくらいいいのよ。気にするな。怪我はないか？二人からは異様に優しい言葉が返ってくる。じゃあ、食事にしましょう。私が食事を口に運ぶのを二人はじっと見つめている。私は気づかないふりをして食事を続けた。どう？美味しい？はい、いつも通り美味しいです。そんな話をしてると、義母が突然、ガクンと意識を失い、皿の上に倒れ込んだ。母さん？おい、どうしたんだ？慌てた夫が義母に駆け寄って叫ぶ。私はゆっくりと立ち上がり、廊下にある電話の受話器を取った。プッシュ式の電話だと気持ちを落ち着かせる時間なんてないわね。なんて考える余裕まであった。ダイニングに戻った私に、夫は義母の体を支えたまま叫んだ。おい！早く救急車を呼べ！もう連絡したわ。それと、警察も呼んでるから。は？どちらもすぐに来てくれるそうよ。まさかお前、気がついていたのか？気がついたって何？お前に睡眠薬を飲ませていたことだよ。あなたもお母さんも随分と間抜けね。簡単に見つかるところに証拠は残しているし、そんなにすぐに自白しちゃうなんて。私が録音状態のスマホと昼間に見つけた薬のプラスチックフィルムを見せると、夫は床に崩れ落ちた。数分後、駆けつけた警察に夫は逮捕され、義母は病院に搬送されていった。夫は接待で知り合った女性とずっと浮気をしていたそうだ。この5ヶ月間も仕事を探しに行くと言って浮気相手と会っていたのだという。その上、消費者金融にまで
手を出して浮気相手に貢いでいたらしく、かなり借金は膨らんでいた。夫は浮気相手との再婚を考えていたようで、私と離婚をすることになれば、慰謝料の支払いを免れられないと考えたそうだ。多額の借金に加えて、慰謝料までは支払えない。困った夫が義母に相談したところ、月々5万円を私から増額して受け取ることで、借金だけでも支払うことを提案したのだという。あの時の5万円には、そんな意図があったのだ。しかし、私は増額を断り、貯めていた貯金を使われないようにと通帳まで隠してしまった。ならば、私に危害を加えてでもお金を手に入れようと企てたのだという。うまくいけば、私に慰謝料を支払わずに済み、夫婦で貯めた貯金を折半することなく手に入れることになる。それに保険金というボーナス付きだ。邪魔者の私も排除できて、お金を手に入れられるということだったらしい。随分とお粗末な計画だ。あの人たちの敵役は、間抜けな犯人役だったようだ。私は被害届を提出し、夫は起訴されることになった。また、義母が倒れた理由は、私に用意されていた食事を口にしたからだ。私がグラスを落として、二人が掃除をしている時に、義母の食事と入れ替えていた。当日は、私にとどめを刺すつもりだった二人は、大量の睡眠薬を混入していた。そのせいで、義母は幻覚などの全盲が見られたようだが、容赦するつもりはない。こちらも同様に被害届を出した。夫との離婚や浮気相手についても弁護士に依頼して解決してもらった。私は1ヶ月以上にわたり投与されていた薬の影響でしばらくは医師と相談しながら体の回復に努めることになってしまった。だが、いろいろとやることが目白押しだったことが良かったのか、それとも私の精神力が勝ったのか、数ヶ月経った今は体調も良く、むしろ元気なくらいだ。勤めていた会社にも復職することができ、気心の知れた同僚たちと仕事に励んでいる。